活に出かけました。銀座での JYP ポップアップに一人で行きました。私最近東京に引っ越してきたので電車移動に慣れてなくて、しかもこの日の最高気温が35度。やばくない？ずっと東北に住んでたので35度なんて経験したことなくって、ヘトヘトになりながら会場までたどり着きました。 JYP ポップアップ地下なんだっていう感じでした。会場内は写真撮影だけ OK だったので、写真で振り返っていこうと思います。入場開始の15分前くらいに行ったら一番乗りで入れたので、待機場所の写真をいっぱい撮ってました。めっちゃでっかいアイエン可愛すぎるんだけどでっかいスンミンかっこいいめちゃくちゃテンション上がりました。このチャンビンがめちゃくちゃかっこよくてやばくない？会場の時間になって売り場に入ったら、まずこれがドーンと見えて、めっちゃ可愛いと思ってテンション上がりました。スキズのグッズ売り場は一番奥まったとこにあったんだけど、これめちゃくちゃ可愛すぎる。今まで通販でしかグッズを買ったことがなかったから、こうやってね全員分のグッズ並んでるの初めて見て、全員分揃うとやっぱりめっちゃ可愛いね。フォクシ兄ちゃんのトラベルポーチめちゃくちゃ可愛かったんだけど、フォクシ兄ちゃんだけ売り切れでした。こんだけ可愛かったらね売り切れちゃうよねマンネスのアクスタ一緒に入ってるのがめちゃくちゃ可愛かったです。こっちも一緒に入ってた。可愛い。こういう風にグッズがディスプレイされてるのもめちゃくちゃ可愛かったです。これ今回のグッズで一番気になってたミニハンガークリップ、こんな大きさだったんだと思って、家に帰ってきてさ、これが部屋になったらちょっと面白いよね。私は部屋にグッズを飾る場所がないからこれは買いませんでした。こんな感じでうちわとかその他のグッズ直接見るのが初めてだったので、めちゃくちゃいいなと思いました。縫いもね集まってると可愛さ8倍。すごい。グッズは厳選して何個か買って、この日はポップアップ終了しました。ポップアップで興奮しすぎて疲れたので、スタバで手帳を書きながら休憩しました。この後は銀座の伊東屋へ行きました。伊東屋はヒョンジンが Vlog で行ってた場所です。私文房具とか手帳が好きなので、聖地巡礼と自分の趣味とどっちもできてよかったです。また別の日、この日は渋谷の宮下パークへ大きい写真を見に行きました。銀座の時は最高気温35度だったんだけど、この日はね最高気温が25度でめちゃくちゃ過ごしやすかったです。渋谷に着きました。めっちゃ渋谷って思ったこの時渋谷の駅の中がどこから出ればいいか全然わかんなくて、しばらく迷ってました。宮下パークに行く前にタワレコの前を通れたので、外からちょっとだけ偵察をしてから行きました。スキズがいた。タワレコでもパネル展とかやってたみたいなんだけど、パネル展の期間は終わってました。無事に宮下パークまではたどり着いたんだけど、すっごい横長で、これどこに行けばいいのってしばらく迷ってました。館内をうろうろしてたらついにスキズ発見。アイエンでかこの日が展示の最終日だったからか、ステイさんが結構いました。こうやって一人で遊んでました。とにかくね、この柱の写真のアイエンが顔が良すぎてアップにして遊んでました。めっちゃかっこいいね。フォクシニーちゃんとヒョンたちとの記念撮影一人でずーっと回ってました。かわいいかわいいかわいくない？
こういう写真って綺麗に撮るのめちゃくちゃ難しいね。あんまりね、真正面から撮るのが難しいところもあって、斜めからになっちゃう。かわいいかわいいかわいい。最後はアイエンとフォクシ兄ちゃん。パピムも連れてったんだけど、まさかの裸で連れてきちゃって裸はあんまりにもかわいそうだから、この1枚だけになりました。前日の夜に縫い用の洋服を編んでて、パピムにモデルになってもらってたら、すっかりね、元の服を着せるのを忘れてポーチに入れてて、このまま裸で連れてきてた。ごめんね。まあそんな失敗もありつつ、今度は赤バージョンの衣装の写真を撮りに巡ってました。こっちもかっこいいよね。これはね、縦に長くなかったから結構撮りやすかったです。これ開催初日とか土日だったらめっちゃ写真撮りにくかったと思う。最終日に行って逆に良かったです。マジでこのアイめっちゃかっこよすぎる。かっこよすぎてドアップで撮りましたこういうことして遊んでるのが一番楽しい。大きいパネルも撮れました。これすごかった。めっちゃでっかかった。アイエンかわいい最後はこの外のパネル。ここにたどり着くまでにね、すっごい時間かかっちゃった。一番端から端まで歩かなきゃいけなかった。多分ここが入り口なんだよね。ちゃんとした変なとこから入っちゃったから最後になっちゃいました。宮下パークの中にカフェキツネっていうカフェもあるんだけど、めっちゃ混んでたのでまた今度にしようと思って宮下パークを後にしました。次は来る時に通り過ぎてたタワレコの中に入りました。渋谷のタワレコといえばバンちゃんのサイン見れるバンちゃんのサインあった。かわいい。フォクシ兄ちゃんと記念撮影いっぱいしてきました。かわいい。よかったね。ドームツアーのブルーレイコーナーもありました。すごかった。映像は流れてたんだけど、めちゃくちゃそこに言えず可愛くてしばらく眺めてました。可愛すぎない？これどうしてんのタワレコの次は HMV。 こんなでっかいパネルが飾ってありました。かっこいい。でっかいパネルの横には CD と小さめのパネルが飾ってありました。アイエンかっこいい。こっち側はメンバーの、これ柱のやつと同じ写真か。今わかった。宮下パークの柱の写真と同じ写真でした。ここでもちゃんと記念撮影しました。 HMV の6階で10月からスキズのミュージアムのイベントが始まるので、その会場の下見をして HMV を後にしました。スタバで休憩しようと思ったんだけど、どこも混んでたので渋谷のセンター街の快活クラブに来てみました。ここの快活クラブ7月にできたばっかりみたいで、すごい内装も綺麗で、鍵付きの個室以外にもカフェみたいなオープンシートの席もありました。一人用のソファー席と今座ってるカウンター席があるんだけど、このオープン席は席が指定されてなくて自由に空いてるところに座れるタイプだったので、一人用のソファー席で休憩しながら漫画を読んで、その後にカウンター席に移って今日のオタ活のことを振り返って手帳に雑記を書いてました。オタクとしてはおしゃれカフェよりもこういうネカフェの方がやっぱり落ち着くので、また渋谷に来たらここに寄ってみたいと思います。他にも渋谷にちょっとおしゃれなネカフェ見つけたので、そこにも行ってみたいな。1時間くらい休憩してから近くにロフトと無印があったので、そこに寄ってから帰りました。ロフトのこの外側の看板
なんか歯車になってて回ったんですよ。これすごくない？びっくりした。めちゃくちゃ可愛かったです。渋谷のロフトは文具コーナーが地下1階にあって、なんかすっごいエアコンが効いててめちゃくちゃ寒かったです。寒すぎて軽く一周だけして隣の無印に入りました。無印ではオタク手帳に使おうと思ってるリフィルノートのマンスリーがあったので、これだけ買いました。ということで初めてのオタ活 Vlog、 これで終了です。本当にね、渋谷と銀座人が多すぎてびっくりしました。渋谷は今のところ10月からのミュージアムに3回行く予定があるので、それも Vlog 撮ってこようと思います。ちょっとね Vlog が下手すぎるのでもっと勉強しようと思います。ではここまで見てくださってありがとうございました。銀座での購入品はまた購入品紹介動画アップしようと思います。また他の動画も見てくださると嬉しいです。じゃあね、バイバーイ。